日本人の両親のもと、アメリカで障害を持って生まれてきた倉本セリさん。私たちが初めてセリさんに会ったのは6年前、スペシャルスクールで寮生活を送る16歳の時でした。コロナ禍の4年前には、感染対策で家族と会えない中も成長を続けていることを知ることができました。泣かれました。今年、セリさんは22歳になりました。学校の寮を出て大人用のグループホームで生活しています。新たな環境で暮らすセリさんを訪ねました。マンハッタンの中心部から車で1時間ほど離れた場所へ向かいました。素晴らしい自然の中にありますね。Nice to meet you. Welcome to Open Gate. Thank you for coming. Thank Nice you to for meet you as having well. us. Please come in. Thank you. みんな来たよ。こんにちは。こんにちは。ご無沙汰しております。セリ、カルカさん来たよ。倉本セリさん、今年3月、22歳になりました。隣で微笑んでいるのは母親の美香さんです。セリさんはスペシャルスクールの寮を出て、2024年の2月から障害を持つ人たちのためのグループホームで暮らしています。セリさんは日本人の両親のもと、アメリカで生まれました。生まれつき両方の目がありません。鼻は額にかけて湾曲していました。原因は不明です。発達の遅れもあり、複数の障害を併せ持っています。No eyes って言われた時に、目がないってどういうこと？ね、どうやって育ったらいいの？わかんない。どうしたらいいんだろう。もう本当に真っ暗闇のトンネルの中にドボンと入れられたような感じで。すごいね、セリね。不安を抱えながらも、家族は障害を持っていることにオープンな環境のアメリカでセリさんを育てていくことを選びました。セリさんは4人兄弟の長女です。9歳で家族の元を離れ、専門家のいるスペシャルスクールの寮に入りました。自分で歩くことや食べることなど、日常の基本動作ができるようになるためでした。もう片腕もぎ取られるぐらいやっぱ寂しかったし、寮に置いて帰る時に泣かれたんですよ。でシーンはもう今でもすごい覚えてます。雨が降ってて、ここで置いてっていいのかな。コロナ禍の2021年、18歳で迎えた卒業式では成長した姿を見せてくれました。歩くこともできなかった子が数歩ですけど自分で歩いていって受け取るという瞬間に本当やっと歩いてきた道がこう後ろが見えたなっていう気がして本当感動しました。家族はセリさんの成長を嬉しく思う反面、次の課題に直面していました。卒業後も22歳になるまでは学校での支援が受けられますが、それまでに大人になったセリさんの新たな居場所を見つける必要がありました。大人のファシリティはとにかく空きが出ないので、もう皆さんね、本当に自分の生命を全うする最後までいるのがほとんどなので、空きがなかったので、空いたからといってすぐ行けるわけではないし、たまたま空いてセリの症状がその施設に合うかどうか、とにかくいくつも施設を見に行って、で見に行ったらそこでイエスかノーをすぐ答えなきゃいけなくって、イエスならもうそこが次の住処になってしまうし、ノーであったらまた次の秋が来るまで本当に何ヶ月も待たなきゃいけないので、
どうなっていくんだろうって不安の中にありましたね。障害の程度によって会う施設は異なります。セリさんの人生を大きく左右する決断は容易ではありません。家族は3年を費やし、今の場所に巡り合いました。セリさんが1年前から暮らしているオープンゲートは、自然豊かな敷地に12軒のグループホームがあります。そこで障害を持つ人およそ100人が暮らしています。セリさんのホームでは、性別、年齢、障害の程度がそれぞれ違う11人が一緒に生活しています。こちらがリビングルームで、あとちょっとキッチンが見えると思うんですけど、普段は皆さんがお料理してくださったりとか、みんな普段はもう平日の3時以降はわちゃ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 人がいますね。賑やかでいいですね。賑やかですね。セリが一番静かなぐらい賑やか。これそれぞれがお部屋、それぞれがそうですね、お部屋で、あとこちらセリのお部屋で、こちらがセリのベッドですと、あとルームメイトの部屋はルームメイトと2人で使っています。髪飾りを入れるケースやバタフライのシールなどで可愛く装飾されています。ここでいいって思ったその決め手は何だったんですか？決め手はまずこの環境ですかね。であとはもうこの皆さんのなんていうか家族としての歓待ぶりというか、とても大きな心で受け入れてくれるような直感だったのかもしれないですけど、セリ学校に入れたラッキーだったっていう話をしたら、彼らが必ず「いやセリがこう選んでくれて私たちはラッキーだった」っていうことを言ってくれるのがなんかとても嬉しくって。同じ障害のレベルではない人たちを組み合わせるっていう、それもすごいですよね。そうですね。もうここの施設の中ではセリは正直一番障害の程度として重たい方だと思うんですね。で他の寮生はもう皆さん会話もできるし、自分である程度お手伝いもできるし、年齢も本当にセリが一番ヤンゲストで、上はおそらく60代70代の方もいるんですけれども、そういう人たちが普通にある程度普通に会話をして家族のようにリビングルームに集って、それでセリを引き上げてくれてるっていうのが本当に知らなかったっていう驚きでしたね。She has her housemates and roommates. How do you pick those groups? It's not really an exact science. It's a lot of it is more of a feeling. We like to mix it up just like you would have in a traditional family. People with different skills, people who can help each other, learn from each other, grow together. 平日の日中は隣の建物へ通い、デイプログラムを行います。視覚障害のあるセリさんが徒歩で移動できる環境も家族がここを選んだ理由の一つです。デイプログラムでは一人一人の可能性を伸ばすために個別にカリキュラムが考えられています。今では淡々と日課に取り組んでいますが、複数の障害を併せ持つセリさんにとって新しい環境に適応することは容易ではありませんでした。いろんな意味で戸惑いがあったんじゃないですか？それは相当あったと思いますね。一言で言うと自傷行為といいますか、自分でストレスが溜まってしまって、もう全身を噛んだりかきむしったりとか、この辺り傷だらけになってましたね、初めの頃は。もちろんスタッフはそれをきちんと見守ってくれていたので、徐々に慣れさせていくしかないかなと。周囲に支えられながらセリさんはここでの生活に慣れていきました。That's been her seat in the classroom since she's come. But when she first came, she had a fit. She was not happy. But since she progressed with that position, she's okay. She's doing good. Like all her goals, like with eating, she used to throw the food. She used to throw her drink.
but she does really well now. every So as day- long as we speak to her and continue to push her, she's doing well. So every day is a progress. Every day is a progress, absolutely. で今のセリさんを見てだいぶ慣れたなっていうのは感じられますか？そうですね、もう普通にご機嫌に過ごしていますし、本当に周りを信頼して楽しんでるんじゃないかなと思います。ここに移ってきた時にスタッフの人たちが「セリまだこれから全然変わるわ、伸びるわよ」っていうふうに言ってくれたんで、そうか、こういう人の手を借りながらでも生活できるレベルっていうのが少しずつまだ伸びてるのかなという。子供の頃からセリさんのもとを毎週末訪れ、共に成長してきた兄弟たち。長男の武蔵くんと次男のいつきくんは大学生となり、次女のラナさんは高校生になりました。兄弟といる時のセリさんはいつも嬉しそうです。兄弟たちはどうですか？息子たちはもう大学に入ったので、夏休みとかそういう長い休みがあった時にしか来れないですけど、長男なんかは今ちょっと離れたところに住んでますけど、セリに会うために週末だけ帰ってきて、ついこの間もそういうことがあるんだなと思って、家族は離れてても絆っていうのは必ずタイトになっていくし、一緒の場所にいるから家族ではなくって、なんかそれぞれがそれぞれのところの思いを伝え合って絆ってなんか強く深くなっていくのかなと思いますので、それを続けていってほしいなと思います。母親の美香さんにとって外国での初めての子育て。障害を持って生まれてきたセリさんをどう育てていいのか迷い悩みながら22年間ここまで進んできました。今22歳になってセリさんが新しいこの施設に置いていくその瞬間っていうのは精神的にはだいぶ違いましたか？もう本当に大人になっちゃったんだなっていう寂しさというかのありましたね。セリさんに課す目標は何ですか？セリにはそうですね、やっぱりもうとにかくより多くの人を信頼してもらいたいっていうのが一つと、あとはもう一方でセリが私たちにくれるものっていっぱいあるんですね。もう単純に嬉しいとか悲しいとか痛いとか不愉快だ不快だっていうこととかを見てるだけで、なんか私たちが逆に学ぶというか、そういう、セリしか出せないような力を他の家族以外の人にもなんか伝える役割みたいな、天使というのは言い過ぎだと思いますけど、何かのメッセンジャーとしてせっかくこの世に生まれたんだから伝える役割になってほしいなと思っています。母親の美香さんもセリさんのことを伝え続けることがこれからの目標だと話していました。家族の物語はこれからも続いていきます。